目的としたものではなく、この動画に使われたデータの正確性や安全性を保証するものではありません。こんにちは、会計士受験生のずんだもんなのだ。こんにちは、友達のメタンです。最近僕は NPO 法人さんの会計書類のチェックとかにハマっているのだ。あれ、そういえば会計士試験の結果出たんじゃなかったっけ？どうだったの？ずんだもんくん。にょー？ごまかしても無駄よ。さっさと結果教えなさいよ。やべ、著しく重箱度が低いから結果見るの忘れてたのだ。この配信が終わったらしぶしぶ確認するのだ。ママへはなるべく早くしっかり現実に向き合いなさいよ。で、今日は何やるの？ずんだもんくん。今日のテーマはじゃじゃん。おじさんも最近注目の株&を題材に、株式価値とは何なのかを見ていきたいのだ。あ、サービスを使うと株がもらえるやつね。そうかもしれないのだ。これって儲かるのかしら？もちろんわかんないのだ。でしょうね。てなわけで、本日の教育的価値をまとめにかかるのだ。ちょっと待ってよ。もうちょっと詳しく説明してよ。しぶしぶやるのだ。儲かるためには、要するに株を安く買って高く売れればいいんだけど、将来の株価はよくわかんないのだ。でも世の中には株で生活してる人もいるくらいだから、うまく将来の株価を予測できたりしないのかしら？いいところに目をつけたのだ、メタン。そういうテーマで書かれたいい本があるから、自作の CM で紹介するのだ。本日ご紹介するのは、古典的名著として名高いウォール街のランダム・ウォーカーなのだ。ウォール街ってのはアメリカの証券業界界隈を指す言葉なんだけど、この本の中ではウォール街的な証券会社に就職したい人向けの複雑な理論の話もしてるけど、むしろ日本にいる一般個人投資家が読むべき分かりやすい部分の方が多いのだ。結論としてインデックス投資が基本的に最強の投資戦略だって主張がされてるんだけど、それ以外の投資方法を検討してる人も事前にこの本を読んでおくと考え方が変わるかもしれないのだ。この本は50年前の本だけど、版を重ねるたびにアップデートされていて、インデックス最強論がデータで確認されてきて、今でも全く色あせないのだ。最新の版ではコロナやビットコインにも言及されてるから、最新の情報にアップデートされてるのだ。ちなみにこの本は金融庁ホームページにこんな感じでおすすめの本として紹介されてたりしているのだ。そんな時代を超えて読み継がれる名著のウォール街のランダム・ウォーカーは、概要欄のアフィカスリンクから買えるからチェケラなのだ。はいはい。ところで、インデックス投資ってどういうことなの？インデックス投資ってのはすんごく噛み砕いて言うと、個別の株式が上がるか下がるか判断して売買するんじゃなくて、市場に出回っている株式を全部少しずつ買うってことなのだ。株&っていう個別の株式に投資する戦略とは別物ってことね。そうなのだ。個人でそういうことするのはお金も手間もかかりすぎるけど、似たような需要のある人を集めてきて、間にインデックスファンドに入ってもらって、みんなのお金を集めるのだ。このファンドに市場に出回ってる株式を少しずつ全部買ってもらうのだ。そんで個人はそのファンドの持ち分を少しずつ持ってるってことになるのだ。なるほど。そのファンドを通じて出回ってる株式全部を簡単に小さい単位から安く買うことができるのね。そうなのだ。でもそれって安くなる株式も高くなる株式もまとめて買うってことでしょ？平均したらプラマイゼロになるんじゃないかしら。そんで多分ファンドさんへの手数料とかも払わないといけないでしょ？もちろん将来どうなるかについて確実なことは言えないけど、長期的に見ると経済成長に合わせて株式市場全体は上がってきたのだ。別の例を出すと、競馬で全部の大間さんに単勝で100円ずつかけると、絶対どれか当たるけど、払い戻し金額の合計は掛け金合計より少なくなるはずなのだ。つまり競馬は一定の富を参加者で奪い合うゼロサムゲームで、さらに JRA にテラセンを取られてるからマイナスサムゲームと言えるかもしれないのだ。まさかずんだもんくん、お勉強しないでお馬さんしてないでしょうね。そんなことないのだ。話を戻すと、ウォール街のランダム・ウォーカーの作者さんは、昔にインデックス投資を提唱し始めた人の一人みたいなんだけど、現在ではインデックス投資する人も増えて、インデックス投資が楽し方よりも儲かりやすいかもしれないということが、この本の中でもデータで示されているみたいなのだ。過去長い期間を見ると、株式市場全体は世界経済が成長するに従って成長してきた点でプラスサムゲームと言えるかもしれないのだ。長い期間で見ると
リーマンショックやコロナショックも誤差と言えるくらいかもしれないのだ。あ、確かに世界の GDP の成長と一緒に株式も成長しているわね。そうなのだ。それにインデックスファンドの手数料率はとっても低いものが多くなっているのだ。ちなみに世界経済が着実に良くなってきたことはずんだもん推薦図書のファクトフルネスにもたくさん書いてあるから、ぜひ概要欄のアフィカスリンクから買ってみてねなのだ。この本を読むと多分リスナーさんの想像以上のスピードで世界がいい方向に発展してきたことに驚くかもしれないのだ。証拠をつ。話を本筋に戻すと、インデックス投資ってのは比較的新しい手法で、伝統的には個別の株式の値段を予想して売買してきたのだ。ここで証券取引所を見てみると、ここではたくさんの銘柄の株式が取引されていて、こんな風に株価は日々刻々と変わっているのだ。だから儲かるためには近い将来に株価が上がる株を買って、実際に上がったら売ればいいんだけど、そのためにはどの株が将来上がるかを予想しないといけないわけなのだ。オール街のランダムウォーカーを僕なりに解釈すると、特定の株式について近い将来の株価を予想できるかについて、わかんない派とわかるよ派があるのだ。わかる派にはさらに2派閥あって、テクニカル派とファンダメンタル派なのだ。テクニカル派は過去の株価の動きの中に一定のパターンがあって、将来もそのパターン通りに動くと考えるのだ。ふむふむ。これは歴史は繰り返すっていう経験則や、もっと言えば麻雀の流れ論みたいなものかもしれないのだ。まさかずんだもんくん、お勉強しないで麻雀やってないわよね。もちろんやってないのだ。ママへは。話を戻すと、めちゃめちゃ簡単に言うと、上がってる株はさらに上がるかもしれないって感じなのだ。上がってる株を見たら私も買わなきゃって思ってみんながその株を買った結果、株価がさらに上がるってことかしら。そんな感じかもしれないのだ。てな感じで、テクニカル派は株価の形成において群衆心理の果たす役割を重視していると言えるかもしれないのだ。経済学で有名なケインズ先生もこの手法で大儲けしたらしいのだ。ただ現代では麻雀の流れ論はした小潮先生のドイツ理論のように広く信じられていて、ヤンピンがドイツの時給ピンで打つと上がりやすいなどの一定の有効性が実践を通じて証明されているかもしれないけど、株式のテクニカル分析に関してはこの手法では継続的に勝ち続けることはできないよねという感じにデータ上はなってるっぽいのだ。まさかずんだもんくん、本当は麻雀してないでしょうね。もちろんそんなことがあるわけないのだ。気を取り直して。だから投資の世界では一部の投資家さんがテクニカル分析に基づいた売買をやってるっぽいんだけど、プロはあんまりテクニカル分析はやってなくて、オール街のランダムウォーカーでもテクニカル分析は50年間にわたってボコボコに叩かれてるのだ。あらら。一方でファンダメンタル派は実際に取引されている価格とは異なる株式の客観的な本質的価値があると考えるのだ。そんで株式の本質的価値は企業の財務情報などから計算できると考えているのだ。さらに株価の形成においては群衆心理よりもその本質的価値が重要と考えてるのだ。この投資戦略で有名なのは有名な投資家のウォーレン・バフェットさんとかなのだ。あ、聞いたことあるかも。機関投資家とかはこの考え方をとっていることが多いらしいのだ。ふむふむ。そんでわかんないよ派は近い将来の株価の動きはわかんない、つまりランダムウォークすると考えていて、長期的な経済成長を重視して全銘柄を買うインデックス投資戦略が最強だと考えているのだ。世界有数の資産運用会社ヴァンガードの創設者であり、世界で最初にインデックスファンドを立ち上げたボーブルさんとかが有名なのだ。ふむふむ。ところで価格と価値って別物なの？いいところに目をつけたのだ。メタン。価格はプライスの訳語で、これから売ろうと思って実際に値札に書いている金額や過去に実際に取引された取引金額を指すのだ。一方で価値ってのはバリューの訳語で、実際の価格とは無関係な客観的な価値があることを含意しているかもしれないのだ。価値と価格は同じ数字とは限らないってことかしら。そうなのだ。そしてファンダメンタル派は株式の価格、つまり株価は近い将来に本質的価値の値段に修練していくはずだと考えるのだ。だから本質的価値よりも安い価格がついている株を買って、将来株式市場で本質的価値通りの値段がついた時に売れば将来的には儲かるってことなのだ。
なるほどね。でも本当にそんな客観的な価値が正確に算定できるのかしら。ここは僕の解釈だけど、ここで言う客観的ってのは誰にとっても絶対的に同じという意味ではなくて、客観的に検証可能っていう意味で捉えるといいかもしれないのだ。どういうことかというと、客観的な計算式、つまり関数に変数を入力すると決まった価値が出力されるという考え方なのだ。なるほど。 X に数字を入れたら Y が求められるって感じね。そうなのだ。複雑な現実世界を単純な数学的なモデルに落とし込んで考える経済学と同じように、株式の価値の算定のために数学を応用したモデルを使ってるってことね。そうかもしれないのだ。めちゃくちゃ極端な理系的に考えると、この世の経済活動の全てはめちゃくちゃ複雑な数式で表せるのかもしれないけど、今の僕たちは単純化しないと理解できないかもしれないのだ。将来 AI とかコンピューターの計算性能が上がれば、この世の経済活動の全てを説明する数式で未来予測ができるかもしれないわね。それはそれで恐ろしい世界かもしれないのだ。じゃあファンダメンタル派が具体的にどんな関数を使って株式価値を算定しているか見てみようなのだ。はいはい。その時に大事になってくるのが時間価値って考え方なのだ。それってどういうこと？簡単に言うと、3年後にもらえる100円は今もらえる100円より価値が低いってことなのだ。例えば今現在持っている100円で3年後に返ってくる利息 1% の投資商品 A を買う場合を考えてみようなのだ。今100円を預けると1年後には元々の100円に対して 1% である1の利息がついて合計101円になり、2年後にはその101円にさらに 1% の利息である 1.01 円がついて合計 102.01 円になり、3年後にはその 102.01 円に対して 1% の利息である 1.02 円がついて合計 103.03 円になるのだ。つまり3年後に返ってくるお金は 103.03 円で、儲けは 3.03 円なのだ。ふむふむ。こういう元本に対して利息がつくだけじゃなくて、利息に対しても利息がつくっていう雪だるま式に増えていく方式を複利っていうのだ。ファイナンス理論ではだいたい複利を前提にしているのだ。複利であることを前提に、これをもっと分かりやすく書くとこんな風に類似の形で表せるのだ。ふむふむ。このケースでは現在100円を使うのを我慢して3年後にもらう将来価値が 103.03 円ってことなのだ。つまり3年で 3.03 円儲かるってことなんだけど、これを年率に直すと 1% の増加率、つまり収益率となるのだ。これを逆の向きに考えると、3年後に 103.03 円をもらえる年率 1% の複利の投資の現在価値は100円ということなのだ。数式に表すとこうなって、一般化するとこうなるのだ。ふむふむ。だからメタンがこの3年後に 103.03 円をもらえる権利を他の人に譲るときは、現時点の本質的価値の100円以上だったら他の人に売ってもいいと思うはずなのだ。そうかも。例えばこの権利を100円で売ったとすると、そのゲットした100円でもう1回この投資商品 A を買えば同じだからね。その通りなのだ。もしここに収益率 1% の投資商品 A と収益率 0.5% の投資商品 B と2つの選択肢があったとして、メタンならどっちを選ぶのだ？そりゃあ A でしょう。A の方が儲かるからね。じゃあもし B が値引きしますって言ってきたらいくらなら買ってもいいと思うのだ？難しいわね。ここでも時間価値の考え方が役に立つのだ。メタンは年率 1% の複利で利息がついて3年後に返ってくる A にも投資できるわけだけど、あえて B に投資する場合には A と同じくらいの収益率を求めるはずだから、3年後に 101.51 円もらえる権利を A に投資した場合の収益率 1% で割り引いてみようなのだ。そうすると現在価値は 95.62 円になるのだ。あ、そうね。95.62 円まで割り引いてもらえれば投資商品 A と同じ収益率を確保できるわね。こういう風に将来のキャッシュフローは現在時点ではいくらの価値ですかって感じで考えるのが現在価値というものなのだ。B を投資するときに A の収益率を使って割引計算をして現在価値を求めるのは変に思えるかもしれないけど、これは機械費用って考え方なのだ。つまり
ある投資商品を現在価値に割り引くときに使う収益率はそれ以外の商品で最もいい条件の収益率ってことなのだ。この場合は B の現在価値を求めるために使う収益率は他の選択肢で最もいい条件の A の収益率となるのだ。普通は条件のいい A に投資するからね。もし B に投資するんだったら A 並みの収益率になるように割引してもらう必要があるということね。そうなのだ。もし投資商品 B を100の価格で売ってくる人がいても、メタンにとっての投資商品 B の本質的価値は 95.62 円だから割高な投資になっちゃうということなのだ。なるほど、これがファンダメンタル派の考え方ね。そうなのだ。さらに話を進めて、投資商品 A みたいに100円を預けて3年後に確実に 103.03 円がもらえるんじゃなくて、怪しいおじさんに100円を預けて3年後に 50% の確率で投資商品 A の2倍の 206.06 円もらえるけど 50% の確率でゼロになっちゃう投資商品 C に投資する場合はどうなるか考えてみようなのだ。3年後にもらえるお金の期待値は 103.03 円で投資商品 A と同じというのがミソなのだ。メタンはこの投資商品 C を100円で買いたいと思うのだ。よくわかんないけど、なんか心理的に投資商品 A よりは危険な気がするから、ちょっとお値段を100から割り引いてもらわないと買う気になれないかもね。その通りで、投資商品 C みたいにリスクがある商品の場合は現在価値に直すと100円になるとは限らないのだ。つまり現在価値は将来価値の期待値だけじゃなくて将来価値の不確定の度合いによっても左右されるということなのだ。この不確定度合いのことを金融の世界ではリスクっていうのだ。期待値から上振れる可能性も下振れる可能性もまとめてリスクっていうのね。そうなのだ。なるほどね。例えば私だったら投資商品 C は40円くらいじゃないと買わないかも。ほうほう。100円の投資商品 C を40円でしか買いたくないということは、メタンはこの不確実性に 100-40 の60円という値段をつけているというわけなのだ。他の人は80円で買ってもいいというかもしれないし、20円じゃないと買わないっていう人もいるかもしれないのだ。世の中にはほぼ確実な3億よりも0か6億を選ぶ人もいるからね。そういうイレギュラーおじさんは金融理論の世界ではいないことになってるから一旦置いておくのだ。てなわけで、こういう感じで人によってリスクにつける価値は違うけど、ざっくり言うと市場参加者の平均が考える値段が市場におけるリスクの値段ということなのだ。ふむふむ。例えば市場参加者は平均的にこのリスクの値段をメタンと同じ60円と考えるとすると、投資商品 C の現在価値は40円になるはずなのだ。3年後の期待値の 103.03 円を割り引いて現在価値40円になるような割引率を逆算すると 16.8% になるのだ。これが市場がこの投資商品 C に求める要求収益率ということなのだ。なるほどね。今100円を預けて3年後に確定で 103.03 円をもらえる投資商品 A は 1% の収益率でも我慢できるけど、今100円を預けて3年後に 206.06 円になるか0になるかのリスクの高い投資だと 16.8% の収益率じゃないと買ってくれないから、投資商品 C の値段は100円から40円に値下げしないと取引が成立しないわけね。そういうことなのだ。それじゃあこういうリスクのある投資商品の代表例として株式の要求収益率の構成要素を分けてみようなのだ。一般的には株式の要求収益率は3つの部分に分割されるのだ。1つはリスクフリーの資産の収益率、例えば日本国債の利率なのだ。1% とかそこらの数字になるかもなのだ。日本国債にリスクはないの？あるかもしれないけど、日本が破綻しない限り元本と利息が確実に返ってくるからリスクフリーとして扱われているのだ。ママへはそんでここが株式一般の上乗せリスクなのだ。株式は明らかに日本国債よりもリスクあるからね。そうなのだ。ここは 5% とか 6% とか言われてるみたいなのだ。そんでここが個別株式の上乗せリスクなのだ。株式全体にさらに上乗せされる個別株式のリスクってこと？そうなのだ。株式全体の動きよりも派手に上下する銘柄があればその分リスクが高いから上乗せするのだ。この株式の要求収益率はキャップ M っていう理論で計算されることが多いんだけど、少し難しいから別の動画で説明するかもなのだ。そこで大事なのがこのベータってやつで、
マリモちゃんとかと関係あるやつかしら。それはベータなのだ。よくハイリスクハイリターン、ローリスクローリターンって言うけど、全てのリスクがリターンに結びつくわけではなくて、分散投資によって軽減できるリスクは追加リターンを生まないっていう面白い論点もあるのだ。例えばこの部分はこんな感じで表せて、つまりはベータにまつわるリスクなんだけど、この上に分散投資で軽減できるリスクを乗っけてもリターンは増えないのだ。まあむやみに高リスクの投資商品に投資しても必ずしも高いリターンにつながるわけではないってことね。そうなのだ。会社に特有のもろもろの個別的なリスクではなく、ベータこそが追加リターンを生むリスクなのだ。じゃあ具体的に株式の価値の算定方法を見ていこうなのだ。代表的なのが配当割引モデルで、これは株式の価値は将来の配当の割引現在価値の合計だと考えるものなのだ。今回は仮置きで毎年の配当1円がずっともらえて、株式の要求収益率は 7% ってことにして話を進めていこうなのだ。そうすると毎年の配当を 7% で割り引いていくと、1年目の配当は1プラス 7% の1乗で割り引いて、2年目の配当は1プラス 7% の2乗で割り引いて、3年目の配当は1プラス 7% の3乗で割り引いて、てな感じで現在価値に戻していくのだ。あれ、でも配当をずっともらえるっていう過程だと、この計算を無限に続けないといけないから計算できなくない？そうなのだ。ここで登場するのが高校数学の数列の単元で習う無限等比級数の公式なのだ。ここに着目すると、この株式の現在価値は初項が1割る1プラス 7% の1乗、公費が1割る1プラス 7% の無限に続く等比数列の和だと考えられるのだ。ここで公式を思い出してみると、こういう数列の和を S と置くと S はこういう風な式で表せるのだ。そんでこの S が将来の配当の現在価値の合計、つまり株式の本質的価値を表すのだ。そんでこのままじゃ計算できないから、この式の両辺に1割る1プラス 7% をかけた式を考えるとこんな感じになるのだ。そこでこの部分は同じになるから、上の式から下の式を引くとこうなるのだ。そんでここを整理するとこうなって、さらにここを整理するとこうなるのだ。さらに両辺のこれを消去してこれを右辺に移行すると、なんとすごく簡単な式で表せるのだ。そんで実際これを計算すると 14.3 くらいになるのだ。だからさっきの図に戻ると、この部分は 14.3 円ってことになるのだ。なるほどね。数列の考え方はとっても便利かもしれないのだ。あ、そういえばおじさんも最近数列にハマってたみたいね。数列おじさんのことは思い出さなくていいのだ。ママへは。ちなみに今見たのは配当がずっと1円のままの場合だけど、こんな風に配当が 2% ずつ定率で成長する場合も考えてみようなのだ。この場合も毎年の配当を要求収益率で割り引くことになるんだけど、これをさっきみたいに数式で表すと、細かい式変形は省くけど最終的にこんな感じになって、配当を要求収益率マイナス配当成長率で割ったものが現在価値となるのだ。実際に計算すると現在価値は20と求まるのだ。さっきの図に戻るとこういうことなのだ。なるほどね。なるほどザワールドなのだ。でも株式って配当をもらうだけじゃなくて、売ってお金に換えることもできるでしょ。だから配当だけを考えるのは違和感があるわ。最初のシンプルな毎年1円もらえる例に戻ると、もし1年後に1円の配当をもらった後すぐに株式を売却する予定だった場合、1年後の株式売却価値は 14.3 になると考えられるのだ。なんでかっていうと、1年後にこの株式をもらう人はそこからずっと1円の配当をもらえる予定だから、さっきの数式が使えるのだ。これらを現在時点までに割り引くと、やっぱり現在価値は 14.3 円になるのだ。なるほど。でも配当はずっと支払われる前提で計算してるけど、配当が無限に続くっていう過程は無理があるんじゃない？確かにそうなんだけど、会計でも株式価値評価でも企業はずっと存続してずっと配当金を支払い続けるゴーイングコンサーンであることを前提として考えることが多いのだ。
グラニ裁判みたいに数年後に倒産が予定されているような特殊な場合は倒産までの配当を割り引いていけばいいわけね。そうかもしれないのだ。でも6億おじさんの話は一旦置いておくのだ。ただ将来の配当がきちんともらえるか配当が成長するかを予想するの難しいんじゃない？そうなのだ。その会社が配当を出せるかどうかは少し俯瞰してみる必要があるかもしれないのだ。例えば僕がずんだ餅会社を始めたとしますなのだ。まず僕のお小遣い1束を出資して代わりに会社の株を1株もらいましたなのだ。さらにお金持ちおじさんも連れてきて1束出資してもらって株主になってもらいましたなのだ。さらに銀行に行ってきて4束貸してもらったのだ。このお金で土地を買って工場を建てたりしたのだ。そんで農家さんからずんだの原料を買ってバイトさんに働いてもらって原価2のずんだ餅ができたのだ。これをお客さんに値段5で売るとこうなるのだ。さらに銀行に利息1を払うとこうなって、そんで結構お金余ってるから期待の新人 VTuber のパニョラのグッズを購入しておくのだ。ママへはそんで損益計算書の収益費用の差額が利益になるのだ。そんでこの利益は貸借対照表の内部留保になるのだ。こういう経済的実態を会計ルールに基づいて表現したのが財務諸表なんだけど、これが正しいかどうかを会計士がチェックすると債権者さんや投資家さんは安心なのだ。それでこの利益をどう処分するべきかを株主総会で議論して利益は全部配当しようということになったのだ。株主さんは2人いるから1束ずつ配当するのだ。すると貸借対照表から現金と内部留保が消えるのだ。なるほどね。この流れは今までも見てきたわね。そうなのだ。今回は簡便化のために税金と減価償却はしかとしてるけど勘弁してねなのだ。ママへはもしこの一連の流れが来年以降もこんな感じでずっと続くとすると株主は毎年1の配当を受け取れるかもしれないのだ。今まで見てきたのが会計の話だったんだけど、次はちょっと見方を変えてキャッシュフローを追ってみようなのだ。この部分が事業に関連する CF で毎年農家さんとバイトさんに合計2のコストを支払ってお客さんから5束もらえるってことは、つまり差し引き3束のキャッシュフローがもらえるのだ。銀行に利息を払ったり株主に配当する前のキャッシュフローってことね。そうなのだ。このキャッシュフローは債権者にも株主にも両方帰属するキャッシュフローだからフリーキャッシュフローっていうのだ。フリーキャッシュフローは前回見たキャッシュフロー計算書の中の営業 CF と投資 CF を合わせたものと大体同じ概念なのだ。ふむふむ。そんでこのフリーキャッシュフローを要求収益率で割り引くとこの事業の現在価値がわかるのだ。この時の割引率ってどう決めるの？一般的にはワックっていうのが使われるのだ。星の数ほどいる？それはワック MC なのだ。ワックっていうのは負債の資本コストと株式の資本コストを加重平均したものなのだ。資本コストっていうのは投資する側から見た要求収益率を投資される側の立場から見たもので同じものなのだ。ああ、この事業を行う元手になっているのは負債で集めたお金と株式で集めたお金だから両方の資本コストを反映するということね。そうなのだ。ここはいろんな論点があるからいつか別の動画で説明するかもしれないのだ。ここでは仮に負債の資本コストを 2.5%、 株主の資本コストを 7% としてみようなのだ。これを負債の時価と株式の時価総額の割合で加重平均したものがワックなのだ。ところでこのずんだもんくんの会社は上場してないから株式の時価総額はわかんないわよね。どうするの？そういう場合は似たような会社の負債時価総額の比率を使ったりするのだ。未公開株の評価は大変なのだ。はいはい。ここではもろもろの事情によりとりあえずワックは 4.375% としてみましょうなのだ。そうすると毎年の FCF3 をワック 4.375% で割り引いて事業価値は 68.6 になるのだ。本当はもっと複雑なモデルを使うんだけど今回はこれで計算してみるのだ。そんでこの事業の現在価値に事業に関係ない資産の時価を加えると企業価値が求められるのだ。この例では新進気鋭の会計アイドル VTuber の価値が市場にまだ認識されていなくてパニョグッズは中古屋さんで0円買い取りの相場だったとして
非事業用資産価値をゼロとしておくのだ。はいはい。そうすると事業価値プラス非事業資産価値の 68.6 が企業価値になるのだ。さらにここから負債の価値を差し引くと株式全体の価値が求まるというわけなのだ。ちなみに負債価値は実務上は会計上の負債の母価と同じとして簡易的に計算されることも多いかもしれないらしいのだ。あれでもこの例では確か借入金は4だったのに負債価値は10倍の40になってるわよ。それはこの銀行がやべえ銀行で要求収益率は 2.5% つまり4の借入金に対して 0.1 の利息が発生すれば十分なのに毎年4の借入金に対して 25% の1の利息を取っていたからこうなってしまったのだ。あらあら。次回説明するときはもうちょっと現実的な数字の例でやってみるかもなのだ。ママへは損で株主価値を株数で割ると1株当たりの価値が 14.3 と求まるって寸法なのだ。やったわね。ちなみにこうして求まった株式価値はさっき見た割引配当モデルで計算した価値と同じになるはずなのだ。あ、配当割引モデルの例では要求収益率 7% の投資家が毎年1の配当をもらい続ける想定で1株当たりの株式価値は 14.3 で同じになってるわね。そうなのだ。ちなみにアクティビストさんとかの物言う株主さんたちはこういう非事業用資産なんか持っている意味ないからその分配当してくれっていうことも多かったりするのだ。確かずんだもんくんの会社は毎年1のパニョグッズ買ってたわよね。パニョグッズを買わないとするとフリーキャッシュフローが毎年1増えてその分を配当に回すと1株当たり配当金額は1から 1.5 に増えるわよね。そうなのだ。そうすると株主が2人いるから年間配当の合計額は2から3に増えるのだ。そうするとこんな感じで企業価値や株主価値が上がるかもしれないのだ。なるほどね。ちなみに企業が保有する美術品をめぐって投資家とバトルになっている例もあるのだ。ああ、これは前澤さんが買い取るのかもって書いてあるわね。多分前澤さんは個人で買うことを検討しているんだろうけどもし会社で買うんだったら株主との利益調整が問題になるかもなのだ。ふむふむ。気を取り直して元に戻るとこの企業価値の図では右側の優先順位に要注意なのだ。例えば今は土地の上に工場を建ててずんだ餅を製造してるんだけどもしこの地主が他人の土地の所有者になりすまして売却を持ちかけ偽造書類を使って多額のお金を騙し取る悪い人だった場合法務局から所有権移転登記申請の却下通知が来て真の所有者が怒って警察を呼んだりするかもしれないのだ。そしたらこの土地に建ててある工場とかを撤去しないといけなくなって事業価値が大幅に毀損されるかもしれないのだ。まさかずんだもんくんお勉強しないでネットフリックス見てないでしょうね。絶対に見てないのだ。本当に？本当なのだ。本当に本当？もうええでしょうなのだ。ママへはそんなこんなで企業価値が小さくなっちゃった場合右側は均等に圧縮されるんじゃなくてあくまでも債権者が株主に優先するのだ。だからこのラインより下は切り捨てになって株主価値はゼロということになってしまうのだ。株主は債権者より高いリスクを取っているということね。そうなのだ。だから要求収益率つまり資本コストも高くなるのだ。ちょっと戻るとこうして計算された1株当たり価値にはいろんな前提が含まれてるからケースに応じて調整する必要があるのだ。例えばさっきの計算はいつでも売って現金に換えられる株式を想定してたけどもしこの株式が未公開株だと市場でいつでも売れるわけではなくて自分で買ってくれる人を苦労して探さないといけないしそんないつ売れるかどうかわかんない株式は安くしか売れない可能性があるから値段を下げないと売れないかもしれないのだ。こういうのを流動性ディスカウントって言ったりするのだ。他にも例えばこの2人の株主が共同して全株を売却しようとする場合は買い主さんは 100% 株主になるから会社を完全にコントロールできるかもしれないのだ。そうすると50% 分の株式を買う時よりも割高な単価で買ってくれるかもしれないのだ。こういうのを支配権プレミアムとかって言ったりするのだ。ふむふむ。てな感じで近い将来の株価はわかるよ派の考え方を見てきたんだけど次はわかんないよ派の考えを見ていこうなのだ。わかんないよ派は株式市場は効率的なものだと考えているのだ。
効率的ってどういうこと？図で表してみようなのだ。効率的な市場では株価に影響を及ぼす情報が発生したら瞬時にかつ正確にその情報が株価に反映されると考えるのだ。逆に非効率な市場では株価に影響を及ぼす情報が発生しても株価への反映までタイムラグがあるし、さらに情報の価値を正確には反映しないと考えるのだ。今見た情報に何が含まれるかについて大きく3つの考えがあるので整理してみるのだ。まず非効率的な市場ではどんな情報も瞬時かつ正確に株価に織り込まれるわけではないから、テクニカル分析やファンダメンタル分析は有効なのだ。次にウィークフォームの効率性仮説では、過去の株価の動きとかはすでに現在の株価に反映されてますよって感じの仮説なのだ。そうすると過去の株価の動きのパターンを利用して儲けるテクニカル派は役に立ちませんよということなのだ。なるほどね。さらにセミストロングフォームの効率性仮説では、過去の会社の財務情報とかはすでに株価に反映されていて、もし新しい決算とかが公開されてもそれが瞬時かつ正確に株価に反映されるから、ファンダメンタル分析も役に立ちませんよねってものなのだ。この世界にはたくさんのプロのファンダメンタル派の機関投資家とかがいて、決算が出たらすぐにコンピューターで株式価値を算定して、もし計算した価値より現在の株価が安ければこれまたすぐに買い注文を入れまくって株価が本質的価値と一致するまで続くのだ。このプロセスは一瞬だから、決算が出た瞬間にその決算を織り込んだ株式の本質的価値まで株価が動くというわけなのだ。なるほどね。本質的価値より安い価格で値段がついてたらすぐに買いが殺到するわよね。そうなのだ。こういうのを最低取引、英語で言うとアービトラージっていうかもしれないのだ。アービトラージ、専門用語を使われるとなんかよくわかんなくなってきたかも。じゃあみんなにわかりやすくパチンコ算で考えてみようなのだ。ここに等価交換のパチンコ屋さんがありましたなのだ。ここに1万円を握りしめてパチンコ屋さんに行って1万円を3度に流すと、パチンコ算の基本公式1000円イコールに150玉を適用して2500玉手に入れますなのだ。それをパチンコに使わずそのままジェットに流してもらったレシートをカウンターに持っていくと、特殊景品っていう 1g くらいのちっちゃい金の延べ棒に変えてもらえるのだ。するとパチンコ屋さんの近くにかなりの高確率で専門の買取屋さんがいて、決まった価格で特殊景品を買い取ってもらえるのだ。そこで延べ棒を1万円に変えてもらうと元通りになるのだ。でも金の相場が 1g1 万2000円になったとしますなのだ。また1万円を握りしめてパチンコ屋さんに行ってまた2500玉を 1g くらいの金の延べ棒に変えてもらうのだ。そしたら特殊景品を買取屋さんに持っていくんじゃなくて普通の金買取業者さんに持っていくと1万2000円もらえることになるのだ。そしてその1万2000円をパチンコ屋さんで3000玉に変えてカウンターで合計 1.2g くらいの特殊景品に変えてもらうのだ。それを金の買取業者さんに持っていくと1万4400円になるって感じで、これを続けるとリスクなしに儲け続けられる永久期間が完成するのだ。こういった感じで1つのものに2つの価格がついていて、それらを売り買いすることでリスクなく儲けることを最低取引、英語でアービトラージっていうのだ。でもそんなことが長く続くはずがなくて、たくさんの人がそういう行動をすると金の買取価格が下がったり、パチンコ屋さんが特殊景品の交換率を下げて対策するかもしれないのだ。だからこの手法が使えるのはほんの一瞬で、瞬時に適正な状態に戻るかもしれないということなのだ。まさかずんだもんくん、お勉強しないでパチンコしてないでしょうね。もちろんそんなことあるわけないのだ。別の例で言うと、昔は東京の証券取引所とロンドンの証券取引所で同じ金融商品に違う値段がついて対地物2価の状況もあったりしたかもしれないんだけど、現代ではそれを見逃さないコンピューターアルゴリズムを使ったたくさんの投資家さんたちが大量の最低取引を行って一瞬で価格が正常になるのだ。なるほど、そっちの例の方が分かりやすいわ。そんでセミストロングフォームの効率的市場では決算情報とかが出た瞬間に株価に反映されることになるから、ファンダメンタル分析も役に立たないという結論になるのだ。
次にストロングフォームの効率性仮説では、インサイダー情報も株価に反映済みと考えるのだ。この考え方に基づくとインサイダー取引で儲けることができる人はいないはずだけど、実際には最近金融庁に出向してた裁判官さんや東京証券取引所職員さんとかがインサイダー取引の疑いで捜査機関が捜査してるらしいから、現実の市場はストロングフォームの効率性があるとは言えないかもなのだ。よもすえで草。以上を踏まえると、市場にセミストロングフォーム以上の効率性があると考える場合、近い将来の株価がどうなるかわかんない、つまりランダムを多くするから、テクニカル分析やファンダメンタル分析は役に立たないよねという結論になるのだ。でもテクニカル破産やファンダメンタル破産も 100% 負けるわけじゃないでしょ。たまには買ったりするんじゃないの。その通りなのだ。効率的市場ではテクニカル分析やファンダメンタル分析が役に立たないという意味は、絶対に負けるよってことではなくて、長期にわたって継続的に市場平均より高いリターンを得られないよねという意味なのだ。そんで長期にわたって継続的に市場平均のリターンを得る方法が冒頭で紹介したインデックス投資だってことなのだ。インデックス投資はまさに市場平均のリターンを得るための投資なのだ。なるほどね。学者さんたちはデータの分析によってセミストロングフォームの効率性があるっていう人が多いらしいんだけど、金融実務や裁判とかではファンダメンタル破産の考え方は実務では生きているのだ。でも効率的な市場ではファンダメンタル分析では市場平均リターンに長期継続的に勝つことはできないんでしょう。そうなんだけど、ファンダメンタル分析は客観的な計算モデルと合理的な変数を使用しているから、投資時の目安としてだいたい何円から何円ですねっていう感じでファンダメンタル価値の幅を提示することができるのだ。だから例えばリスナーさんがお勤めの会社型の会社の株式を買収するとき、社内ではファンダメンタル分析に基づいて、買収価格はファンダメンタル分析が示す値段の幅に収まるから妥当ですよねって感じで議論決済されてるかもしれないのだ。なるほどね。後でもしかすると会社の株主さんから不当に高い値段で買収したんじゃないかって裁判を起こされたりすることもあるから、裁判でもファンダメンタル分析に基づく価値に基づいて買収金額が妥当だったか不当だったかについて議論されることもあるのだ。あ、そういえばおじさんもそんなこと言ってた気がするわね。株式価値裁判おじさんのことは一旦置いておくのだ。てなわけで前置きが長くなったけど、いよいよ株&について見ていこうなのだ。株&はサービス利用で株引換券をもらって、種類株式と引き換えてそれを上場時に普通株に転換して売却して儲ける仕組みだけど、他の人の詳しい解説があるからシカトするのだ。はいはい。一つ注意したいのは、株&はサービス利用を通じて株がもらえるって言ってるけど、もし今よりも高いサービス料金を払うことになる場合には、その上乗せサービス料金の支払いと引き換えに株をもらえるということだから、これは紛れもなく現金で未公開株に投資をしてるのと経済的実態は一緒なのだ。しかも株&の提供するインフラ系サービスは家計における固定費だから、長期間続けると結構バカにならない出費になる可能性もあるのだ。だから人によって上乗せサービス料金は違ってくると思うけど、それに見合うリターンを得ることができるかが大事だと思うのだ。てなわけで、さっきの図を使って見ていこうなのだ。まず株式なんだけど、普通株式30億株は発行済みで、1株1円で会社に払い込まれているのだ。これを誰が持ってるかが目論見書に書いてあるから見てみると、まず前澤さん個人が21億株持っていて、次に前澤ファンドが6億株持ってるのだ。最後に株式会社グーニーズが3億株持っているのだ。そんで別のページを見ると、前澤さんが30億株持ってるって書いてあるのだ。なんでかっていうと、前澤ファンドとグーニーズは前澤さんが実質的に所有する会社だから、実質的には普通株式は全て前澤さんが保有しているってことなのだ。ふむふむ。そんで今回は新しく6億株を1株5円で新規発行するよってことなのだ。あれ、なんで普通株式と種類株式で1株あたりの値段が違うのかしら。まず普通株式の方は、今年の2月9日に会社設立のために合計5億円を出資して
株式数が5億株増えてるから、会社設立時に1株1円と設定したってことなのだ。そんで続く今年の8月30日に25億株を1株1円で発行して25億円の増資を行ったということなのだ。ふむふむ。次に今回発行する種類株式なんだけど、目論見書によると今年の10月7日時点で評価機関による種類株式の評価額を基準として算出したって書いてあるのだ。そんでこの本評価機関ってのは目論見書の別の箇所によると山田コンサルティンググループなのだ。それで10月7日時点では1株5円だけど、来年の4月25日にもう1回評価し直しますよと言っているのだ。なるほどね。今年の8月30日時点では普通株が1株1円で評価されていて、10月7日時点では種類株が1株5円だから、普通株は多分5円以上で評価されているはずよね。なぜなら種類株は議決権がなかったり、残余財産分配権がなかったり、株主総会で決まった買取価格で強制的に買い取られちゃったり、譲渡制限がついてたりするから、種類株よりも強い株の普通株は種類株より高い価値があるはずよね。そうなのだ。それにしても1ヶ月ちょっとで種類株の価値が5倍以上に評価されたってことなのかしら。まあ一番最初の普通株は実質的に前澤さんが出資する時に単純に1株1円と設定しただけで、企業価値や株式価値とはあんまり関係ないかもしれないのだ。その後の1株5円の根拠については前澤さんがツイッターでこんな風に説明してるのだ。事業内容が決まって提携先も決まって人材も採用してマーケティング戦略策定もしたので、実現可能性のある事業計画ができて、多分それをもとに山田コンサルさんが参考値を算出したってことだと思うのだ。そういうものなのかしらね。かもしれないのだ。この10月7日時点の山田コンサルさんの種類株1株5円、普通株は多分1株5円以上って評価は、ファンダメンタル分析に基づく企業価値評価、株式価値評価が基礎になっているだろうから、その検討資料とかがあったらぜひ見てみたいのだ。内部資料だから出てこないでしょうね。ひょっとしたら来年4月25日の再評価の時の資料は前澤さんのサービス精神で出してくれるかもしれないことに期待なのだ。山田コンサルさんの種類株1株5円っていう現時点の評価価値も、上場した後に実際に株式市場でいくらで売れるかっていう価格とは別物だから注意なのだ。ここでいう1株5円っていうのは株引換券と種類株式の交換レート、つまり株&利用者の皆さんにとっての買い値って考えた方がいいかもなのだ。交換レートが低い方が種類株式を安く手に入れられるってことね。そうなのだ。そんで今後も引き続き種類株式を募集していくらしいから、その都度企業価値の増大を反映して交換レートは悪くなっていくかもしれないのだ。そしたら種類株式の平均ストック価格は上がっていくってことね。そうなのだ。そんでこの投資が儲かるかどうかは、上場した後に実際に市場でいくらの価格がつくかにかかっているわけなのだ。平均ストック価格より売却価格が高ければ儲かるということね。その通りなのだ。これについて田畑さんって人が面白い分析をしてたから見てみようなのだ。これが田畑さんの分析をまとめてみた表なんだけど、株&の平均的なユーザーさんはほとんど全部のサービスに申し込むと簡易的に仮定してて、本当に全部のサービスを申し込む人が平均的なユーザーなのかしら。これは計算を簡便にするためにあえてそうしてるって田畑さんは言ってるし、株&で株をもらいたいと思ってるユーザーさんはコミット度合いも高そうだから、結構合理的な仮定かもしれないのだ。そんでこういうユーザーさんはだいたいこういう月額料金を支払うものと仮定し、それを年額に直すとこうなるのだ。この年間サービス利用額に引換券もらえる率をかけると、1年でこれだけ引換券がもらえますよって言ってるのだ。でも引換券じゃなくてポイントを選ぶユーザーさんもいるんじゃない？これも株&にわざわざ申し込むようなユーザーさんは株が欲しい人の割合が高そうだから、あながち非合理な仮定ではないかもしれないのだ。そんで次に下の表を見ると、この時系列ごとに何が起こるかが表されてるのだ。6年目に上場っていう仮定だけど、これもそんなにおかしい仮定ではないかもしれないのだ。そんでここが毎年の株価、つまり株引換券何枚で種類株が1株もらえるかのレートがこんな風に仮定されてるのだ。
ただし上場時以外の株価は山田コンサルさんとかが算定した株式価値に基づいたもので、市場でいくらで売れますよって価格とは関係ないことに注意なのだ。あくまでも株&の会社と株&ユーザーさんっていう限られた取引関係者だけで合意された株価だから、株式市場参加者全体が考える株価とは違うってことね。そうなのだ。だからこの上場前の株価は株&ユーザーさんにとっての株交換率って考えた方が分かりやすいかもしれないのだ。ふむふむ。例えば設立時の株価1円っての浜江沢さん1人で決めた価格で、現時点の5円ってのは山田コンサルさんの鑑定に基づいて今株&ユーザーさんに募集されてる価格なのだ。ただしこれも来年の4月には変わるかもしれないのだ。確かそうだったわね。そんで2年目以降は企業の成長を反映して1株当たりの価値も高く算定されるだろうから、交換率もこんな感じで高くなっていくかもというのが田畑さんの予想なのだ。そんでさらに田畑さん試算ではこんな風に毎年新しく株が発行されると仮定しているのだ。ここはよくわかんないから一旦田畑さんの仮定に乗ってみるのだ。ママへはそうするとここが毎年の株発行を踏まえた累計の発行済み株式総数になるのだ。そんでこの発行済み株式総数に株価をかけると時価総額になるってわけなのだ。ただマイナーな点だけど、一番上の30億株は普通株式で、それ以外は種類株式だから、この計算方法は時価総額の計算にあたって普通株式と種類株の価値が同じだと仮定していることになるのだ。実際にはいろんな権利が制限されている種類株式よりも普通株式の価値が高くなるはずなのだ。次にユーザーさんの話を見ていくと、ここがユーザーさん1人当たりの年間の引換券獲得数なのだ。これを株価つまり交換率で割ると、ここがユーザーさん1人当たりが毎年もらえる種類株の株数になるのだ。毎年の新規発行株式数を毎年の1人当たり取得株式数で割ると、累計ユーザー数が算出できるのだ。あれ、新規に発行される株式数を1人当たり株式数で割ると新規のユーザーさんの数になるんじゃないの？毎年新規発行される種類株式は既存ユーザーさんにも新規ユーザーさんにも割り当てられるから、新規発行株式の全てが新規ユーザーさんの増加を意味するわけじゃなくて、この計算になるのだ。なるほどね。新規ユーザー数は毎年の累計ユーザー数の差分として求められるのだ。そんでここにユーザーさんの1人当たり年間サービス利用額を転記して、累計ユーザーさん数と掛け算すると株&の年間売上が出てくるのだ。これに利益率 3% をかけると年間の利益が出てくるのだ。利益率 3% って妥当な水準なのかしら？正直僕はよくわかんないから、有識者のリスナーさんがいたら教えてほしいのだ。お願いします。そんでこの5年目の最新の利益額を発行済み株式総数で割り算すると、1株当たり利益が 2.5 円と計算されるのだ。ちなみに1株当たり利益をかっこいい言い方で言うと EPS っていうのだ。はいはい。そんで田畑さんは1株当たり利益に20倍の価格がつく、つまり PER が20倍で株式市場全体的に評価されて、上場後に市場で実際につく株価が50円くらいになるのも妥当なレンジの範囲内だって言ってるのだ。もしこれを検証するとしたら、PER つまり1株当たり利益 EPS に対して何倍の値段の株価になるっていう割合は似たような会社の平均を取って予測したりするんだけど、似たような会社としてどの会社を選ぶかはとっても難しい論点でもあるので、有識者のリスナーさんがいたら教えてほしいのだ。お願いします。ちなみにこの PER とか評価対象会社の財務上の数字に何らかの倍率をかけて本質的価値を推定する方法をマルチプル法って言ったりするのだ。倍率は類似企業に実際についてる倍率とか過去の M&A 取引で制約した倍率とかが参照されたりするのだ。そんで使われる倍率の中には PER 以外にも PBR とか EV、EBITDA 倍率とかいろんなバリエーションがあるのだ。でもさっき見たキャッシュフローを割り引いたりする方法よりも適当っぽい感じがしない？実はそうでもないかもしれないのだ。確かにキャッシュフローを割り引いて価値を算定するのが最も理論に忠実と言えるかもしれないけど、
キャッシュフローを割り引くアプローチをこういう風に変形してみようなのだ。まずフリーキャッシュフローは利益額に利益をフリーキャッシュフローに変換する比率をかけて求めるものとするのだ。次にさっきと同じフリーキャッシュフローの割引計算で事業価値を求めて、非事業用資産価値は事業価値の何%ですよって感じで表してみるのだ。そんで事業価値と非事業用資産価値を合計したら企業価値になって、その企業価値のうち何%が株主価値ですよという割合を掛け算すれば株主価値が求まるのだ。そんでそれを株式数で割り算すると1株当たり価値が求められるってわけなのだ。この一連の流れを一つの数式で表すとこうなるのだ。ここがフリーキャッシュフロー、ここが事業価値、ここが企業価値で、ここが株主価値になって、これ全部で1株当たりの価値になるのだ。そんでこことここを合体させて1株当たり利益率つまり EPS にすると、この部分が PER になるわけなのだ。なるほど。 PER っていうシンプルなマルチプルの中に成長率とか WACC とかの重要な要素が含まれていると考えられるってことね。そうかもしれないのだ。だから手法は違っても概念的には似てるかもしれないのだ。なるほどね。てなわけで次は田畑さん分析をちょっとだけ調整してみようなのだ。まずこれは平均的なユーザーのプロファイルなんだけど、競合と比較しやすいようにユーザーの利用額をちょっぴり変えてるのだ。そんでこっちに競合のサービスを利用した場合の利用額を持ってきて、株&のサービス代金と競合のサービス代金との差額を投資相当額って感じで表してみたのだ。なるほど。競合より高めのお金を株&に支払っている場合は、その差額は株&に投資しているようなものだと考えてるのね。その通りなのだ。でも注意なのは、ここに書いてある競合は本当に株&のサービスと同等の品質があるかわかんないところもあるから、とっても正確な比較というわけではないかもしれないのだ。さらに今現在ここに書いてある競合のサービス料金より高いサービスを契約しているユーザーさんは、株&に乗り換えることでむしろサービス料金を低くした上に株までもらえるから、絶対的にお得になる可能性もあるのだ。もしそうなら何も失わずに手に入れたものなどくれーてやるって感じで株が無価値になることを気にせず投資してもいいかもしれないのだ。人それぞれの状況によるってことね。でもまあそれだったら今の高いサービスから株&に切り替えるんじゃなくて、ここに書いてあるような安い競合に切り替えるって選択肢もありそうね。確かになのだ。まあ気を取り直して話を元に戻すと、こんな感じで競合と比較しやすいように田畑さん試算を調整してるのだ。あと田畑さん試算では引換券還元率が2倍になる株&プラスに加入することが前提だから、ここに株&プラスの月額料金500円を追加しておいたのだ。ふむふむ。それじゃあそれぞれのサービスの競合との料金比較を見ていきたいのだ。まず電気料金なんだけど、このエリスグッドさんっていうホームページではこんな感じで株&含む電気料金が比較されているのだ。株&の他のサービスもそうだけど、電気とかは個人単位じゃなくて世帯単位で契約することが多いかもしれないから、日経新聞に書いてある平均世帯数がだいたい2名だってのを採用して、この表のうちこの2人暮らしの場合の電気料金を比較すると、株&は10万1012円、最安の競合は8万9861円みたいだから、それをここに書いておくのだ。次にガス料金なんだけど、このガス料金比較サイトを見てみると、株&ガスのお値段は大手ガス会社と同じ水準みたいなのだ。そんで価格コムを見てみると、大手ガスである東京ガスの料金とガス自由化の後出てきた業者さんとの価格比較ができるみたいなのだ。そんでここを見ると東京ガスは年額7万8102円、競合は7万5757円みたいなのだ。東京ガスと株&ガスの料金は同じっぽいから、これは株&ガスと最安競合との比較とも言えるかもなのだ。ふむふむ。実は価格コムでは安い順に並んでて、これは9番目なんだけど、これより上に掲載されてる会社は乗り換えキャンペーンとかも考慮した金額が書いてあったから、一時的なキャンペーン割引とかを含まない純粋なお値段同士の比較で一番安そうなこの会社を比較対象にしてみたのだ。
なるほどね。てなわけでガスはこんな感じになるのだ。お次はモバイルだけど、株&モバイルにはいろいろプランがあるんだけど、田畑さん試算で使われていた20ギガで月額1980円を見てみるのだ。携帯料金は複雑で適切な比較対象が分かんなかったんだけど、楽天モバイルは20ギガまで1980円みたいだから、これを比較対象にしてみたのだ。そんで楽天モバイルは100円ごとに1ポイントもらえて、楽天ポイントはいろんなことに使えるから実質的なキャッシュバックだと仮定して、実質は月額1961円だとしておくのだ。ママへは。てなわけでモバイルはこんな風に記載しておくのだ。続いてウォーターサーバーを見ると、株&ウォーターにもいろんなプランがあって比較がしにくいから、この2580円プランに書いてある最安との差が 10% 以内って記載に注目して、よくわかんないけどとりあえず競合は 5% くらい安いと仮定してみようなのだ。そうすると競合の価格は2451円となるのだ。ふむふむ。てなわけでウォーターサーバーはこんな感じになるのだ。そんでもって光回線だけど、株&光はマンションタイプの通常プランで月額3800円なんだけど、これもいい感じの競合が分かんなかったのだ。だからとりあえず楽天光を見てみると、マンションプランで月額3800円みたいなのだ。ポイント還元も調べてみたんだけど、楽天光に入ってると楽天市場で買い物した時にもらえるポイントが増えるみたいなんだけど、楽天光の料金支払い自体にはポイントつかないみたいだから、ポイントは一旦無視してみるのだ。楽天のポイント制度って複雑だもんね。てなわけで光回線は競合と差はありませんよという風に記載しておくのだ。最後に株&プラスの支払い額は競合とか関係なしに株&への投資と言えるから、ここに記載しておくのだ。ふむふむ。以上を踏まえて株&の平均的ユーザーは月額23,786円、年額にして28万5,434円分のサービスを利用することを通じて1万5,990枚の株引換券をもらえるものと仮定しておくのだ。そんでこのユーザーさんは競合の安いサービスを利用した場合と比べて年額21,272円を多めに払ってるから、これを株&引換券ゲットのために投資した金額と捉えておくのだ。わかったわ。そんでさっきの田畑さん試算の計算シートを引っ張り出してきて、1人当たり年間引換券獲得数やユーザー1人当たり利用額は新しい数字に更新しておくのだ。新しい1人当たり年間引換券獲得数によると、1人当たり年間種類株獲得数もこんな感じに変化して、5年間で合計10万6,360円を投資して種類株式を7,196株ゲットすることになるから、1株当たり15円で種類株式を買ったのと同じことになるということなのだ。なるほど。上場した後に15円以上で売れれば儲かるわけね。そうなのだ。じゃあ上場後に株価はどうなるかというと、最新期の利益199億8795万5739円を発行済み株式数74億6496万株で割ると1株当たり利益が 2.7 円になるのだ。もしこれが市場で PER19 倍で値段がつくと株価は50円になるのだ。損しないための最低水準は PER5.6 倍で株価が15円になることなのだ。実際には売却時の手数料とかもかかるから要注意なのだ。なるほどね。ここでもうちょっと調整をしてみたいんだけど、この毎年の交換率が上がる前提を固定すると、新規加入ユーザーさんの数は下がっていくと考えることも可能かもしれないのだ。早く入った方がお得に種類株を手に入れることができるからね。そうかもしれないのだ。そこでこんな感じに新規加入者さんが毎年 30% 下がるケースを考えてみたいのだ。そうすると累積ユーザー数はこんな感じになって、累積ユーザー数と1人当たり種類株式獲得数を掛け算すると新規発行株式数が出てくるというわけなのだ。さっきは新規発行株式数を固定してたけど、今回は新規加入ユーザー数を固定して逆算してるのね。そうなのだ。そんで累積ユーザー数と1人当たり売上を掛け算すると年間売上が求められて、
これに利益率をかけると年間の利益額が出てくるのだ。この計算によると最新機の1株当たり利益は 0.7 円になるから、上場時に PER に10倍くらいの値段がついて1株当たり獲得コストとやっとトントンになるかもしれないのだ。なるほどね。こんな風にいろんなパラメータをいじってシミュレーションできるのがファンダメンタル分析の面白いところかもしれないのだ。確かに面白いかも。そんなこんなで上場後の普通株に市場でどんな価格がつきそうか、ファンダメンタル分析で株式の価値を検討する際のポイントをいくつか見ていこうなのだ。まず、事業から得られるフリーキャッシュフローがどの程度の規模になるか、そしてそれがどれくらい継続して成長するかの予測が重要なポイントになるのだ。フリーキャッシュフローはとっても単純化すると売上収入からコスト支出を引いたもので、売上収入は客数と客単価に分解できるのだ。今実施されている事業は基本的に代理店業みたいな感じだから、さっきの図を思い出して、お客さん1人当たりでどれくらいサービスを利用してくれるか、ユーザーさんがどれくらい増えていくか、コストをどれだけ下げて利益率を上げられるかが重要かもしれないのだ。例えば株&がとっても大きくなって業者に対する交渉力が高くなれば利益率を上げる交渉ができるかもしれないのだ。でも株&の利益率が上がっちゃうと株&は得をするけど、株&の先にいる電気ガス事業者さんとかは損をすることもあるんじゃない？それにもしかすると株&の利益率が高くて業者さんの儲けが減りそうになったら、業者さんは株&経由の利用者さんのサービス料金を値上げしたりするかもしれないんじゃないかしら。そうなったら株&ユーザーさんは損しちゃうわよね。そうかもしれないのだ。ただ業者さんも今使ってる顧客獲得のための宣伝費用よりも株&に支払う中間マージンの方が安ければ業者さんも得をするかもしれないのだ。そのためには株&の顧客獲得能力が高くて顧客獲得コストが安い必要があるわね。そうかもしれないのだ。前澤さんの知名度とか営業部隊とかの能力にかかってそうだけど、上場後はサービス利用で株がもらえるっていう顧客訴求力が低くなるかもしれないし、詳しいことはあんまよくわかんないのだ。市場で株が買えちゃうようになるからね。そうなのだ。あとここに書いてある代理店業の他に新事業もやるかもしれないのだ。例えばクレジットカード事業を2025年中に開始予定だったり、他社の買収を行って事業拡大することも示唆されているのだ。クレジットカード事業も詳細がわからなくてちょっと現時点では評価は難しいかもしれないのだ。他社の買収についてはちょっと面白そうだと思っていて、前澤さんの目利き力で別の未公開会社を買収して成長させることで株&が儲けることができるかもしれないのだ。それってある意味株&が未公開株ファンドになるってこと？そうかもしれないのだ。例えば未公開会社さんは普通は自力で上場を目指す道もあるんだけど、そうじゃなくて未公開会社買収を目的とした箱の会社が上場して、その箱の中で未公開会社を買収すれば自力で上場するよりも簡単に上場できるかもしれないのだ。この箱のことをスパックって言ったりするのだ。スパックは普通は上場できない企業が裏口的手段で上場するスキームだとか言われることもあるけど、世界では実例があるのだ。日本にはまだないのね。そうなのだ。導入されるとしてもプロしか参加できないようなものになるかもしれないのだ。ただ株&の会社は代理店業はやってるから純粋なスパックというわけではないかもなのだ。似た例で言うと、日本では未公開企業への投資をなりわいにしてるプライベートエクイティファンドのインテグラルが上場してたりするから、そのうちこういう手法も受け入れられるかもしれないのだ。ふむふむ。いずれにせよ現時点の事業やこれから始める新規事業からのキャッシュフローがどの程度の水準になるのか、それがどの程度の期間成長し続けるかという論点は重要だから、もし株&への投資を考えている人なら自分なりに納得するストーリーを思い描けるようにしておいた方がいいかもしれないのだ。そうかもね。次に非事業用資産価値や負債価値を足し引きして株主価値を求めるプロセスだけど、これは資本構成をよく研究しないとワックとかがわかんないかもね。そうなのだ。やべえ銀行から小売でお金を借りてたり、そもそも負債利用度が多すぎるとその分株主価値が減少するから、今後の開示を要チェックなのだ。あと
マイナーかもしれないけど、株&の会社が事業に必要じゃなくて換金価値も低いような非事業用資産をたんまり溜め込まないことも、企業価値、ひいては株主価値の向上にも影響があるかもしれないのだ。無駄遣いしないようなガバナンスとかがあればいいわね。ちなみに現時点では内部監査部門がなかったり、会計監査人が設置されてなかったり、役員報酬が開示されてなかったりするのだ。もちろん上場に向けてガバナンスを整備していくはずで、そうじゃないと上場できないかもしれないから、おそらくガバナンス周りは強化されていくと思われるのだ。ふむふむ。そんでたとえ株主価値全体が上がったとしても、1株当たり価値が薄くなっちゃうリスクがあるかもしれないのだ。ここに株式の希薄化のリスクが書いてあるんだけど、株&種類株式は追加発行される可能性もあるし、もっと言えば定款で発行可能株式総数が規定されているから、普通株式は最大150億株、種類株式も150億株まで発行されて、その結果1株当たりの価値が希釈される可能性があるのだ。つまり例えばここが株主価値なんだけど、現在普通株式30億株のところを最大150億株まで追加発行した場合、普通株式の1株当たり価値は5倍薄まることになるのだ。さらに種類株式も限界の150億株まで追加発行されて、それらが全部普通株式に転換された場合を考えると合計300億株になるから、現時点で予定されている36億株に比べると9倍くらいになるから、1株当たり価値は最大で9分の1くらいに希釈されるかもしれないのだ。もちろん株式の希薄化のスピード以上に株主価値が成長していれば、希薄株の株式も1株当たり価値は維持されるかもっと高くなるかもしれないんだけど、そこら辺がどうなるかは未確定かもしれないのだ。まあなんだかんだいろいろうまくいって、株式価値が1株に10円くらいになった場合を仮定してみようなのだ。でもこの株式がその本質的価値で現金化できるかどうかは分かんないかもしれないのだ。今は上場を前提に本質的価値を算定してきたけど、例えばもしかして上場が無理そうだったら、前澤さんが持ってる30億株を他の人とか会社に売却しちゃう可能性もあるかもしれないのだ。前澤さんは1株1円で30億株持ってるから、1株2円で買ってくれるところがあったら儲かるからね。そういう可能性もあるかもしれないのだ。その場合は新しい支配株主さんが上場を目指すとは限らないし、種類株式をどう扱うかは不透明になるのだ。あと上場のためには証券会社の引き受け審査や証券取引所の上場審査をクリアしないといけないのだ。さらにもし上場が決まったという場合でも、株&利用者さんの持ってる種類株は自動的に普通株に転換されるんじゃなくて、転換するかどうかを会社が決めることができるという記載になっているのだ。最悪のケースだと普通株に転換してもらえなくて市場で売買できないかもしれないのだ。さらに仮に普通株に転換できて上場できたとしても、ロックアップに同意する義務もあるかもしれないのだ。つまりは一定期間は市場で株を売ってはいけないという縛りがついてしまうのだ。上場直後に高い値段がついているから売りたいけど、ロックアップだから売れなくてやきもきしてる間に株価が下がっちゃって売りのチャンスを逃すこともあるかもしれないのだ。ないとは思いたいけど、前澤さんが持っている株にはロックアップがついていなくて、他の株主さんには6ヶ月のロックアップがついてたりすると、上場後最初の6ヶ月で前澤さんが大量に持ち株を市場で売却することで大幅な値崩れが起きて、他の株主さんのロックアップが解除される6ヶ月後には株価はすごく低くなっているというのも可能性としてはありえるかもしれないのだ。それは恐ろしいわね。ないとは思うけどねなのだ。まあてなわけで、1億総株主っていう理念には個人的には賛同するけど、本来未公開株はリスクがめちゃんこ高いプロ向けの金融商品だから、そういうリスクの高い単一の個別株式に投資するより、分散の効いたインデックスファンドとかの比較的安全性の高い投資商品で1億総株主を目指した方がいいんじゃないかなと思ってるところがあるかもしれないのだ。単一の個別株式のリスクの中にはリターンにつながらないリスクもあるからね。まあプロ向けの高リスク商品を一般層にもアクセスできるようにする意義はあるんじゃないかしら。それはそうかもしれないのだ。他の人も指摘してるけど、
株&のサービスに全力投球してたくさん株をゲットできたとしても、ロットが小さいから億万長者になれる可能性はそんなに高くなさそうなのだ。もし仮に投資初心者が株&で損した場合、株式投資への危機感が高まって預金とかの安全資産に集中してしまったとしたら、将来のインフレに耐えられなくなるし、老後資金も確保できなくなって大変なことにならないかをほんのちょっとだけ懸念してるかもしれないのだ。だから株&に投資しようとしている場合は、少なくとも目論見書を読んでファンダメンタル分析してみた上で、自分で人に説明できるくらい株&で儲かるストーリーを思い描けるくらいじゃないと危ないかもしれないのだ。もし会社で上司に言われて他の企業の株式を買収する分析業務を与えられたとしても、もし失敗しても所詮は会社の金でギャンブルするようなものに過ぎないけど、今回はリスナーさん自身のお金で賭けをすることになるから、より慎重な分析が求められるかもしれないのだ。だからもし今日見たような分析が面倒だったら、ランダムウォーク派の意見に従って思考停止でインデックス投資するのが安全かもしれないのだ。投資に関しては思考停止が最適解になりうるのは面白いわね。ただインデックスファンドって言っても特定の選ばれた株式のインデックスファンドもあるから、その場合は追加的なリスクを取っていることになるから注意なのだ。株式投資なら全世界株式が一番リスクが分散されているのだ。株式以外に債券とかも組み込んでいるファンドならよりリスクは低いわね。そうなのだ。その分リターンは低くなるから、自分のリスク許容度と要相談なのだ。てなわけで本日の教育的価値をまとめにかかるのだ。1、未公開株はとってもリスクの高い投資だから慎重な検討が必要かもしれないのだ。リスクの高い投資はなくなっても後悔しない余剰資金でやるのがいいかもね。2、ファンダメンタル分析は完璧ではないけど、ある程度投資判断に役立つかもしれないのだ。高校で習った数学レベルで分析できるからファンダメンタル分析を試してみるのも面白いかもしれないわね。3、最新の学説やデータに基づけば思考停止でインデックス投資して市場平均のリターンを狙うのも立派な戦略かもしれないのだ。電気や携帯サービスからもらえるポイントでインデックス投資信託を買えるサービスもあるから、そちらと比較検討してみるのもいいかもね。てなわけでいかがでしたか？当チャンネルではこれからもいろんなテーマで会計を学んでいきたいのだ。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ登録をお願いしますなのだ。